今から100年前、シカゴ郊外にある自然保護地域の排水溝で少年の変死体が発見される。実はこの事件、完全犯罪を成し遂げようとした IQ110 を超える2人の天才の犯行だった。果たしてその衝撃の手口とは。はいどうも、アルゴメトリーのケンちゃんと26歳になった闇やみこです。今回は完全犯罪シリーズ。警察の捜査の目を欺き、証拠を残すことなく犯行を成し遂げる完全犯罪。そんな緻密に練られた犯行計画と事件の結末を紹介していきます。パーフェクトって言えば私よね。完全に不完全約100年前、2人のアメリカ人天才学生が起こしたこの事件。全米を驚愕とさせたこの事件の真相とは。1924年5月22日、シカゴ郊外にある自然保護地域の排水溝で、当時16歳の少年ボビー・フランクスの変死体が発見されました。遺体は見るも無残な姿だったと伝えられています。そして若き命を奪ったこの事件の主人公、ネイサン・フロイデンソール・レオポルド2世とリチャード・アルバート・ローブの2人が語った犯行理由に全米が怒りに震えました。その許されざる犯行理由とは一体。シカゴの海運業で財を成した裕福な家庭で育ったレオポルドは哲学者のニーチェに傾倒し、その超人思想にのめり込んでいきました。ニーチェが定義した超人思想の超人とは、自己のうちに価値の基準を確立している人、つまり価値の基準をいつも外側に求めてしまうような弱者とは違い、良し悪しについての自己ルールを立てて、それをきちんと守れる人のことを指しています。一方ローブは全米一の通販会社シアーズ・ローバックの副社長である父を持ち、裕福な家庭で育ちました。厳格な乳母にスパルタ教育され、息が詰まりそうな毎日の中で、彼は犯罪小説にのめり込み、やがて自らも完全犯罪をやってみたいと思うようになったんです。そんなローブと出会ったレオポルドは彼に一目惚れをしてしまい、ローブこそが超人に違いないと信じるようになったんです。その後二人はホモセクシャルの恋人関係に発展し、ローブがご主人様でレオポルドが奴隷という関係になりました。まさにニーチェ思想でいうところの超人と弱者の関係に似てるんですよ。私とケンちゃんの関係に似てるわね。シカゴ大学に入学した二人は共に成績優秀で容姿端麗、さらに知能指数が非常に高く、一般的な人の IQ が100と言われる中、一説にはローブの IQ は160、レオポルドの IQ はなんと210と言われています。ちなみにヤミコの IQ は5です。そんな彼らは二人ともニーチェの超人思想にさらに傾倒し、自分たちは別格で特別な存在だと歪んだ考えを持つようになりました。二人はそんな自分たちの優秀さを証明するため、最悪の方法を思いついてしまったのです。それが完全犯罪の殺人。警察に逮捕されることなく殺人を遂行できる力があると信じていた二人は、持ち前の頭脳をもってして様々な犯行計画を練り上げていきます。まず女の子を殺そうと考えますが、すぐに却下。次にローブの弟を殺す計画に変更となるんですけど、これもすぐに変更。そして最終的にローブの弟の友人を標的にすることにしたんです。さらに身代金目的の誘拐だと見せかけるために脅迫状を送る計画など、警察の目を欺くための方法も実行していたんです。しかし実際に実行された犯行は優秀さを証明するには程遠いものとなってしまいました。計画実行の当日になると、標的だった少年が見つからず、仕方なく標的をローブのいとこボビー・フランクスに変更したのです。二人に誘拐されたフランクスは絞殺され、顔などを塩酸で焼かれ、シカゴ郊外の線路の下にある排水溝の中に投げ捨てられてしまったんです。一見すると非常に雑ですぐに捕まってしまいそうな遺体の処理に見えますが、約100年前の警察の能力では顔がわからなくなるなど身元特定が困難となるだけで、捜査は難航してしまったのです。さらに計画通り身代金目的の誘拐だったように見せかけるため、フランクスの家にボビーを誘拐したと電話し、1万ドルの身代金を要求。そして脅迫状も郵送したんです。時代も味方したおかげで完全犯罪を成し遂げられそうだった2人でしたが、
あることがきっかけとなり、事件はあっけなく解決してしまうのです。そのあることとは。ヤリオさん、わかりますこれ？塩酸の入手ルートから特定されたとかじゃない？真面目か。いいじゃないですか。実際はね、もっとくだらないことでバレたんです、これが。事件解決の鍵、それは2つありまして、1つはフランクスの父が身代金を払えるようになる前に、ポーランド移民のトニー・ミンキがフランクスの遺体を発見したことでした。これが単なる身代金目的の誘拐ならフランクスを生かしておくはずなので、フランクスが殺害されたことを知った警察は直ちに誘拐目的ではなく殺人目的と断定し、捜査を仕切り直しました。試行の末、身代金を要求することが完全犯罪の成功につながると踏んでいた2人でしたが、身代金を要求する前に死体が発見されてしまったのは完全な計算違いでした。そしてもう一つの事件解決の鍵は、フランクスの遺体が発見された現場から一つのメガネが発見されたことなんです。一見何の変哲もないようなメガネのように見えましたが、実はこのメガネの蝶番には特徴があって、同じフレームのメガネはこれまでにわずか3個しか売られてなかったんです。そしてそのうちの一つの持ち主がレオポルトだったんです。警察が確認したところ、その他の2つの持ち主はそのメガネをしっかり手元に持っていたんですけど、レオポルトだけがメガネを手元に持っておらず、バードウォッチングをしている時に落としたと非常に不自然な主張をしたんです。さらに身代金を要求した脅迫状の文字を調べると、レオポルトが法学部のゼミで使っていたタイプライターで打たれたものであることが判明しました。そして警察が取り調べを重ねるうちに2人のアリバイは崩れ、ついに誘拐と殺害を自供したのです。この時に語った犯行の動機、それは自分たちの優秀さを証明するための殺人だったというのです。対人関係のトラブルや金銭目的ではないアブノーマルな犯行動機はたちまち全米を駆け巡り、驚きと怒りの渦を巻き起こしたんです。この優秀すぎる2人の完全犯罪の計画は実に単純すぎるケアレスミスでバレてしまったんですよね。まあ IQ210 っても大したことないよね。まあ確かに私 IQ300 だから絶対500だね。こうして逮捕された2人のその後ですが、お金持ちであるローブの家族が雇った弁護士クラレンス・ダローは2人に死刑判決だけは出させまいと何年も奮闘しました。なぜならダローは死刑制度反対論者であったからです。陪審裁判だったら間違いなく死刑判決が出てしまうことを見越したため、有罪を認めることによって陪審裁判になることを回避し、たった一人の判事の前で弁護したんです。そして裁判の時にダローはこのような弁論を用いたんです。この戦慄すべき犯罪は彼個人の資質に発したものであり、それは彼が祖先から受け継いだものです。ニーチェの思想を真面目に受け止め、自らの人生をかけてこれを実践したことは咎められるべきことでしょうか。大学で教えられた哲学によって19歳の少年が絞首刑に処されるということは到底公平ではありません。ダローの12時間にも及ぶ弁論は彼の弁護士人生のクライマックスと評価され大成功。2人は死刑判決を免れ、殺人罪に対しては終身刑、誘拐罪に対しては99年の懲役刑を受けました。その後、イリノイ州ジョリエット刑務所に収監された2人は、自らの受けた高等教育を全用して刑務所内の学校で囚人たちに授業を行う教師となりました。そしてそれぞれの最後についてですが、1936年1月、ローブは服役者仲間のジェームズ・デイにシャワー室で襲撃され、カミソリで切り殺されました。後にジェームズ・デイはローブにレイプされそうになったと証言し、正当防衛が認められました。享年30歳でした。一方レオポルドは1958年に33年間の服役を経て仮釈放が認められて出所。マスコミの取材構成を避けるためにプエルトリコへ移住し、花屋の未亡人と結婚して1971年に66歳でこの世を去りました。あんなひどい事件起こしといてよくそんなん生きれたわね。どんな気持ちで、しかも何花屋の未亡人と結婚っていう、もう絵に描いたような幸せな人生を送りやがって最後に、許せねえ許せねえよ。なんであんたがそんな怒ってんの？許せねえマジで。満足した？オッケー。
時代は昭和初期、青森県の人里離れた山奥の村で一人の青年が村人を一人残らず殺害。果たしてこの存在を抹消された村に隠された根深い闇とは。